またしてもエアウルフ、フリーフライトができる、アロバティックな飛行をすることができると。おー、はいよー、いい感じです。おー、早い。どうも、あさきです。本日の動画ではですね、じゃ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 ーん。またしてもエアウルフなんですが、今回はなんと 3D フライトができるということで、一般的なラジコンヘリコプターを飛ばしている方でも楽しめるエアウルフが発売されたので、こちらご紹介していきたいと思います。イエーイ。で、こちらがですね、イーシンというメーカーから発売された E188 Pro という商品になります。では、早速開けていきたいと思います。オープン。これはカバンタイプじゃなくて、こういう、こっちか。箱で、こんな感じで商品が入っております。で、入っているものをまず見ていくと、ユーザーマニュアル、なんかプロポの説明書なのかなが入っていて、実はこちらですね、付属でプロポもついているんですが、こちらですね、自分が持ってるプロポで飛ばすこともできます。ただ、そのプロポは ELRS じゃないとダメという条件はあります。で、こちらですね、プロポでなんかこんな感じで、曲線が書いてあるんですが、おそらく操作の反応を素早くしたりとか鈍感にしたりとかといったところ調整できるのかなと思います。すごい。で、入っているものは、いいですね。こちら、機体本体です。エアウルフですね。はい。と、あと、送信機ですね。ただ今回これプロップに技的マーク書かれてないんですよね。レビューの依頼が来た時は必ずプロポの技的取ってますかっていう確認をするんですけど、ちょっと見当たらないですね。書かれてなくても取られてる場合っていうのはあるんですけど、どうしよっかな。ちょっと怖いので、できればこのプロポ使わずに自分の持ってるプロポにしたいなと思います。できるのか。あとは後付けの付属品ですね。これ2つと、バッテリーがまた1つから3つですね。で選ぶことができて、今回はこことこれプラス1つの2つバージョン提供いただきました。あとは細かいとこですね。予備のメインローターが2枚と、予備のテールローターが1枚と、タイプ C のケーブルと工具が入っております。これは今までレビューさせていただいたものと、同じ構成になってます。で、バッテリーはここですね、タイプ C で充電するタイプのバッテリーになってます。入ってるものは以上となります。ではとりあえず製品ページ見ていこうと思います。で、今回の製品がこちら、イーシン E88 Pro 3D アクロバティックができるというところが大きな特徴かなと思います。で、これですね、プロポがついてない機体だけのバージョン。これは自分が持ってるプロポとバインドさせるっていうのが今までなかったんですけど、今回はあるというところ大きな違いかなと思います。と、あとはプロポがついてるバージョンですね。で、金額もだいたい 4.5 から5万円ぐらいになります。これがバッテリー2個付きの場合ですね。1個付きはちょっと多分時間足りないので、2個か3個がおすすめです。で、説明を見ていくと、こちらが34分の1スケールのエアウルフのスケール機になっております。で、いろんなフライトテクノロジーですね、が詰め込まれた機体になっていて、で、今までと違うのが、これ 3D フライトということで、3軸と6軸のモードを切り替えて、簡単にエアロバティックな飛行をすることができると。本当にこれボタンポチッとかで背面とかじゃなくて自分でできるってことなのかなと思っております。
そうなのか、それはすごい。あ、これね、6軸ジャイロスコープと。で、これ、6軸飛行っていうのは、3軸ジャイロと3軸の加速度センサーを搭載して、ラジヘリの操作の中では比較的安定した飛行ができるといったモードになります。なので、ビギナーパイロットでも飛ばせるよということが書かれております。で、バッテリーもいいバッテリーですよというとこだったりとか、この作りですね。ブレードだったりとか、こだわった素材だったりとか、テクノロジーで作られていますよというところが書かれております。で、プロポの説明ですね。パワーオンオフがここで、スロットルホールドとか、6チャンネルアイドルスイッチとか、ジャイロスイッチとか、結構違いますね。で、スペックとしては、プロポは 2.4 ギガで、電波の到達距離は350メートル、で、機体自体は310グラムということで、これもね、日本の法律では100グラム以上は航空法に該当するので、場合によっては機体登録だったりとか、リモート ID を搭載する必要があります。搭載のルールとですね、毎回のことながらこちらの動画にまとめているのと、あとは、いろいろ条件をクリアすると、こちらの動画にまとめた機体登録も不要になるので、飛ばす際には参考にしていただければなと思います。ちなみに、こういうラジコンの機体登録の方法は、こちらの動画に載せております。あとは、飛行時間なんですが、3D だと6分で、6軸ジャイロだと12分になっております。やっぱ 3D だとパワーを使うので、飛行時間もかなり短くなりますね。なるほど。で、製品サイズですね。はい。といったところになります。ちょっと今回は今までと違うので、まずね、プロポのところですね。調べてから飛ばそうかなと思います。で、今まで私がレビューしたスケール機って、もうボタンポチッと押すと、自動で、オーバルぐる8の字とかぐるって回ったりとか、ノーズインサークルしたりしてたんですけど、この機体は、そういう機能は一切ないですね。もう、プロポの機能も、6軸と3軸の切り替えと、機体の敏感さの調整の機能だったりとか、チューニングとか、というのに限られております。なのでこちらは本当にラジヘリを飛ばされる方で、かっこいいこの見た目でアクロバティックな飛行ですね。私はちょっとできないんですけど、させたいという方におすすめな機体になります。すごい。このサイズでそういうアクロバティックなことって、なんとなくできないから今までの自動制御の機体なのかなと思ってたんですけど、できるんですね。うおー。これはね、楽しみですね。ピントこれはね、楽しみですね。ですね。マイナス100、マイナス100。ここが光るのがいいですね。おお、飛んでる飛んでる。あれこれ6軸か3軸か6軸にしてるはず。あ、そうね。うわ、怖い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 。設定変えたのでちょっと行きます。ハーブを変えました。止まりますよ。
本日ラストいきます回しておでもパワーある。お早い。怖い。オッケー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 。いい感じいい感じいい感じ。さっきよりだいぶ忘れてます。シルエット的な感じ。LED いいですね。さっきよりちょっと慣れてるかもしれないですね。着陸します。ちょっと荒ぶってる。難しすぎる。いやー怖い怖い。というわけでこちらのエアウルフですね。今まではもうGPS がかなり優秀で手を離してても止まるような機体だったんですが、こちらはもう完全に普通のラジヘリと同じ操作感ですね。もちろん手を離すとこう機体が落ちちゃうので自分で制御しなきゃいけないということで、めちゃくちゃ恐る恐る飛ばしました。で 3D はちょっとねまだ怖いので、これからまた設定見つつちゃんとね設定できてから飛ばしていきたいと思います。はい、なのでこちらはもう全然初心者向けではなくてですね、普段からラジヘリ飛ばされている方には楽しい、見た目もねかっこいいですし楽しい機体なのかなと思います。で今回こちらの機体ですね、プロポは私の持ってるこちらのプロポとバインドさせて飛ばしてみたんですが、その設定動画もまた公開予定なのでそちらも楽しみにしていてください。ちなみにこの機体の受信機はプロトコル SFHSS なので双葉のプロポとつながります。それでは今日の動画はこの辺でバイバイ。